全然出てこねえ。片っぽやったな。こんにちは、りんちゅうです。ブレーキのキャリパーって固着してるとなかなか外れない時ありますよね。で、今回はエアーで吹いてもなかなか出てこない時に水を使ってキャリパーを押し出す方法を実践する動画となっております。最後までまったり見てってください。水を使ったやり方は5分35秒あたりから始めますので、要点だけ見たい方はそこまでスキップしてください。今やっている作業は錆びついて固着したキャリパーを分解していっています。なかなか外れなくて苦労してましたね。これマジですか。めちゃくちゃ立てる。しかしこれちょっと引いていいな。全然動かないけど。よいしょ。スライドピンみたいのが取り出せたのですけども、ピストンが全然押し戻せなくて万力を使って押し戻すことにしました。どれだ。ブレーキパッドまでは外せたのですが、ピストンが全然動かないのでエアで出てくるのか心配になって見ています。そしたらここのピストンを取り外していかないとねいけないので、ここにこうやって指入れた状態でね、これ絶対エアこれ入れないで、これ挟まれちゃうから、挟まれるぐらい詰めばいいけど、もしかしたら指折っちゃったりとかするからね、これね。ほんと危ないから、こんな感じちゃうと。これこのままやってしまったスパーンじゃなくて飛んでっちゃうからね。ちょっといった縦でやっていきましょう。では行く。普通だったらこんな程度でもうピストン出てくるんですけど、やっぱり出てこなかったですね。これ以上ピストンがいかないから。ブレーキパッドを一度戻してピストンが飛んでいかないようにストッパー代わりに取り付けています。そしてタオルを挟んでからエアの漏れが少ないようにして空気を送り込んでいきます。この状態でやってもやっぱりピストン動かなかったです。
全然出てこねえね。片っぽはいったな。じゃあね、エアで押してもダメなんでね、水で送ってあげれば大丈夫だと思うんで、早速これをつけていきたいと思います。それではここから水圧を使って押し出す方法をしていきます。前回シリンダーのオーバーホール終わったので、そちらを使って押し出していきます。実はまだリアのフレーム、サビ取りも何も終わってない状態のが残ってます。パイプ自体細かったので、ウエサを巻いて太さを調整しています。水を出てきた。よし。片方だけ出てきてしまうので、車庫マンで片方を押さえて両方一緒に出ていくように調整しながら水圧をかけていきます。で、水なくなってきたら付け足すと。そろそろブシャーっていきそうだこれ。そろそろですなこれ。ある程度突出してきたので、ブレーキパッドを取り外して薄いアルミ板を挟んでいます。やっと取れた。じゃあね、もう多分手で取れるはず。手で取れない。ということでね、やっと取れましたよ、片っぽ。で、こっちは動いてた方なんでね、まあ大丈夫かなと思うんですけど、エアで抜けないときは水を使ってキャリパーでキャリパーで押していくっていうやり方もあるんでね、ぜひ参考にしていただければと思います。いやー、よかったよかった。やっと取れた。というかこっち水漏れもしてないってことはマスターシリンダーの方もオーバーホールしっかりできてるってことだな。
ピストンがね、やっぱりもうダメだったからね、ピストン交換する前提でね、どうしたかな、これか、こんだけかな。残ってるピストンもプライヤーで外していきます。ピストン自体は新品買ってあるので、もう周りを挟んで取り外していきます。全然動かないでしょ。エア吹いてる音で全然喋ってる声聞こえないんですけど、使い終わった後はエアで吹いてから水気を切って保管していきましょう。乾かしてくださいね。今回の動画はエアで吹いてもピストンが出てこない時に水を使ったやり方を載せていました。どうしても出てこない時は一度試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。